私たちが毎日当たり前のように使っているシャンプーや化粧品。でもその安全性がそもそもどうやって保証されているかちょっと気になりませんか？今回の解説では私たちが毒性学者という名の探偵になって化学物質の安全性を裏付けるデータという証拠を一緒に読み解いていきたいと思います。さあ、調査に出発しましょう。まず最初の疑問なんですが、毎日少しずつ化学物質に触れ続けて本当に一生涯安全だなんてどうして言い切れるんでしょうか？実はある化学物質が製品に配合される前には必ずその物質の生物学的な制限速度とも呼べる絶対的な安全限界を見つけ出さなきゃいけないんです。そしてそれにはとっても厳格な探偵作業が必要なんですよね。そこで私たち毒性学者が現場で使う最強の調査ツールが登場します。それが OECD408。なんだか難しそうな名前ですが、要するにラットなどのゲップ類に90日間毎日化学物質を飲ませて人間が長期間にわたって慢性的に暴露される状況をシミュレートする国際的な最高基準のプロトコルなんです。これぞまさに安全性の基盤ですね。今日の流れですが、まずは OECD408 の基本から毒性学者がどうやって試験を進めるのか、どんなデータを集めるのかを見ていきます。そしてプロのように毒性データの表を読み解く方法と最終的な安全性の評価まで一気にカバーしていきますよ。では早速、この90日間の調査の基本について見ていきましょう。ここでなんでわざわざラットで90日間なのって思いませんか？実はラットにとっての90日間って寿命の約 10% に相当するんです。つまり人間でいうと約7年から8年分の毎日の反復的な暴露を完璧にシミュレートしているんですよね。将来の影響を早送りで確認できる、いわばタイムマシンみたいなものなんです。さて、次は毒性学者が正確な結果を保証するために守っている具体的な試験ステップを見ていきましょう。この調査のセットアップはものすごく緻密に計画されています。いきなり始めるんじゃなくて、まずは健康で体重のばらつきが少ないラットを厳選して5日間環境に慣れさせるんです。それから化学物質の量を段階的に分けたグループに割り当てて90日間毎日投与します。そして最後、ここが一番重要なんですが、保険、つまり解剖を行って体内の臓器を直接チェックし、病理学的な検査をするというわけです。続いては重要な指標とデータの収集についてです。この90日間、私たちは一体何を探しているんでしょうか？もちろん他で待っているわけじゃありません。特定の生物学的な手がかりを常に監視しているんです。行動に異常はないか、日々の体重は順調に増えているか、そして死亡率ですね。これらを追跡することで化学物質がいつ、どこで害を及ぼし始めるのかを正確に特定してダメージを受ける標的臓器を見つけ出します。ここでの究極の目標は2つの重要な境界線を見つけることなんです。それが NOAL と LOAL です。NOAL は全くダメージが見られない絶対的な制限速度。対して LOAL は初めて有害な影響、つまりクラッシュが起きた正確なポイントを意味します。私たちが知りたいのはどこまでなら完全に安全かという NOAL なんですよ。データが集まったところで、次はこの解説の中で一番面白い部分、データマトリックスの解読に挑戦してみましょう。毒性学者が最初に見る標準的なデータ表はこんな風になっています。左側に投与群、つまり全く与えない対象群から低、中、高容量が並んでいますね。そして上には先ほどお話しした監視指標が交差しています。このマトリックスを使うとデータが通常の基準からいつ逸脱するのか一目でわかるようになっているんです。では実際にデータが入った表で探偵ワークをやってみましょう。上の行から下へスキャンしていきますよ。対象群は正常、10ミリの低容量も正常、50ミリの中容量も正常ですね。でも高容量の200ミリを見た瞬間、死亡率 10%、重度の肝毒性という明確なサインが現れました。ここで初めてクラッシュが起きたことがはっきりわかりますよね。200mg でクラッシュしたということは、私たちが探している NOAL、つまり安全の限界値はどこになるでしょうか？そう、クラッシュする直前のライン、
つまり 50mg が NOL になるわけです。見つけましたね。これを視覚化するともっとわかりやすいですよ。NOEL の限界値である中容量までは毒性レベルは完全にフラットで安全な状態です。でも、その限界を超えて LOEL に達した途端、有害な影響が一気にスパイクして跳ね上がっていますよね。これが容量と反応の関係性なんです。さて、いよいよ最後のステップです。ゲッピ類のデータから人間の限界値へとどうやって変換するのでしょうか。ラットでの NOAL が 50mg だと分かったのは素晴らしいことですが、これをそのまま人間に当てはめるわけにはいきません。OECD のガイドラインが強調しているように、動物試験から得られたこの反復暴露データを基盤にして、現実世界における人間の安全限界を決定していく必要があります。そこで毒性学者はどうするかというと、先ほどの動物の NOAL を厳格な評価係数で割り算するんです。動物と人間の違いや人間同士の個体差なんかを考慮して、安全のためのバッファーをしっかり設けるんですね。そうやって計算して初めて、人間にとって絶対に安全と言える DNEL、同質無影響量が導き出されます。これが科学に基づいた安全マージンの作り方なんです。いかがでしたか？科学者たちがどうやって化学物質の安全限界を見つけ出しているのか、お分かりいただけたかと思います。次に、あなたが毎日使う製品のラベルを見るとき、そこには単なる成分名だけでなく、プロの探偵たちが読み解いた安全への証明書が見えてくるはずです。さて、あなたは今日から身の回りの製品をどういう目線で評価してみますか？